なんでブルスク？久しぶりに見た。カピラボ。皆さんどうもこんにちは。久しぶりにハードオフに行きました。カキさんです。今回は久しぶりに行ったハードオフでこちらを購入してきました。スリム型のデスクトップ PC ですね。もしかしたら私のチャンネルでは初めてかもしれません。それではまずは外観を見ていきましょう。まずパッと見の外観はこんな感じ。意外と状態もよく結構綺麗な方だと思います。もちろん接地面とかにはところどころ傷がありますけどね。フロントにはカードリーダーなどがついていました。この M2 って何なんだろう？そしてその下には USB とマイク、ヘッドホン入力がありました。結構充実してていい感じ。そして今回購入ポイントとなったのはここ。第7世代の i3 の CPU を搭載して価格が6600円。メモリとストレージはついてないけれども、ほぼほぼついてこれは安くない？通電しましたと書いてあるし、ジャンク品だけどまあ動きそうな気がする。ラッキージャンクであることを祈って、まずは動作確認をしていきましょう。動作確認をするにあたって、まずはケースの4箇所のネジを外していきます。これで OK。あとは蓋を外して、動作確認のためにメモリをつけていきましょう。蓋はネジを外せば簡単に開きますね。中身はこんな感じ。ちょっとしたホコリはあるけど結構綺麗。とりあえず逆さまなので上下を逆にします。この方がわかりやすいですね。せっかくケースを開けたので、中身の構成も確認してきましょうか。まず、マザーボードはアスロックの B250M、HDV。変態と名高いメーカーのしっかりしたやつがついてますね。ここに M.2 のスロットもついてます。そしてメモリスロットは2スロット。DDR4 対応となっています。そしてクーラーはリテールクーラー。i3 だから問題はないでしょう。あとはついているのは DVD ドライブくらいかな。特段目だったものはついていないですね。ブルーレイドライブだったら良かったと思うのは欲張りだね。あとは小さいファンがついてるので、結構排気の音はうるさそう。電源は長細いやつがついてました。メーカー名はパワーマン。あまり見たことないメーカーだな。ちなみに容量は 300W でした。それではメモリを追加していきましょう。使うメモリはクルーシャルの 4GB が2枚、合計 8GB を搭載していきます。よし、これで動作確認をしてみましょう。それではこの状態で動作確認をしていきます。早速スイッチオン。しっかりと通電はされているようですね。まあ、通電してても映像映らないんですけどね。だって、HDMI 挿してないから。ダメー。ということでしっかりと挿しておきました。かなり高確率で忘れんだよね。もうボケてきたか？まあ、とりあえずこれで大丈夫でしょう。少し待っていると、しっかりと映像出力が出ました。ここまで来ればまあ問題はないでしょう。とりあえずキーボードをつなげて、BIOS に入っていきます。すると BIOS に入ってるだけなのにファンが全開になりました。なんかめっちゃ回ってるんですよね。なんでだと思い、BIOS で CPU 温度を確認してみることに。すると i3 なのにまさかの90度。BIOS に入ってるだけなのに90度です。しっかりとファンはついてるのに、なんでと思いながらもこのままじゃまずいので電源を切りました。もしかしたらグリスが塗られてないのかもしれない。ということで一度分解をしていきたいと思います。それではまずは CPU クーラーを取り外してみたいと思います。取り外すために、プッシュピンの部分を回してみたところ、おかしいな。なんかめちゃめちゃ軽く回るぞ、という違和感を感じました。これさ、カチッと押し込んでないよね。ただ上に乗せて外れない程度に軽く乗っけてあるだけでした。なのですぐプッシュピンが回ったし、冷えてなかったんですね。それにグリスも型番の部分だけ綺麗に拭き取られていました。これじゃ、冷えないわけだね。まあ、ジャンクだから動くだけ御の字だけどね。ということで、グリスを拭き取ったらしっかりと i3-7100 が搭載されているのが確認できました。CPU だけで元が取れてる感じはする。いや、ちょっと足りないか。温度が高かったのは設置が悪かっただけで、CPU クーラーもそのまま使えそうだからこれを再利用。ちなみにグリスはカピカピでした。このグリスもしっかりと拭き取って、組み立ての時に新しいグリスを塗りましょう。マザーボードにも結構ホコリ汚れがあるので、一度取り外して清掃をしたいと思います。電源ケーブルやその他ケーブルも邪魔になるので全て取り外してしまいます。結構狭めだから作業はめんどい。
これでマザーボードが取り外せますね。いつも思うけど、アスロって横幅が狭いマザーボード多いよね。これも結構コンパクトでいい感じ。でもここまで小さいんだったら、ITX にしたくなるよね。今回はそんなに汚れてもいないので、マザーボードと IO パネルの清掃のみにしておきます。他はエアダスターで軽く拭くぐらいですね。それではマザーボードの清掃をやっていきましょう。マザーボード清掃のためにまずは CPU の取り外し、ピンなどが曲がっていないかも確認していきましょう。ざっとピン周りを見渡してみます。とりあえずホコリはあるけど、ピンの曲がりや折れなどはなさそうです。これなら問題はなさそうですね。一応掃除前にソケットをカバーで保護しておきます。あとはハケとエアダスターを使って掃除ですね。これで細かいホコリを取っていきます。今回は綺麗めでよかった。わかりにくいけど掃除が終わるとこんな感じ。掃除をしてて面白いなぁと思ったんだけど、このマザーボード、ケースコネクタが横に生えてるんですよね。こんなのもあるんだね。さすがアスロック。念のためボタン電池の電圧も測ってみたけど、しっかりと 3V 出てるから問題はないか。新しく交換した方がいい気もしたけど、今回はこのまま使っていきます。軽く清掃も終了したのであとは組み込み。あ、まだちょっと汚ねえや。これで大丈夫ですね。あとは CPU を組み込んでクーラーを取り付けていきます。さっきはちゃんとついてなかったから温度が高かったけど、今度は大丈夫だと思うんだよね。グリスはうんこ盛りで塗っておきます。クーラーの取り付けもこれで OK。簡単なんだから面倒くさがらずにちゃんとつけてくれればいいのに、メモリも2枚取り付けて、転がっていた 256GB のストレージも取り付けておきます。ネジがなかったから、ネジは適当に合うものを使用しました。あとはケース内部もエアダスターで拭いて、清掃も終了したのでケースに組み直していきます。ここは逆手順だからカットでいいですよね。ということで、組み終わったので最後にこれを取り付けていきたいと思います。ロープロファイルのグラフィックボードですね。ロープロのブラケットはないから、今回はとりあえずこのままで、GTX750Ti だからそこまでは強くないけれども、これで軽いゲームだったらできるぐらいになったと思う。あとは蓋とネジを締めて完了。それでは再度動作確認をしていきましょう。清掃とメンテナンスを終えた PC で動作確認をしていきます。それではスイッチオン。しっかりと回り始めました。今度はファンの音もうるさくないです。キーボードとマウスも準備して映像が映るのを待っているんですが一向に映像が映らない。あれ、分解する前は映っていたのにな。と思い待っているといきなりのブルースクリーン。なんか組み間違えたかなとも考えましたが、追加で付けたものはストレージとグラフィックボード。再度ブルースクリーンが出ました。あ、多分これストレージに OS 入ってたな。と思い出したので、おそらくブルースクリーンの原因は OS が入っているストレージを使ったことだと思います。なのでまずはデリートキーを連打で BIOS へ入ることに、BIOS へは問題なく入れました。追加したストレージはしっかりと認識しているし、メモリなども問題はなさそう。CPU の温度もしっかりと下がっていました。i3 ってこんなに熱かったっけとは思うけど、本体には問題はなさそうなので OS をクリーンインストールしていきたいと思います。OS をインストールしたところ、ドスパラのデジノスのロゴが出てきました。そうか、もともとはドスパラのパソコンだったんだね。メーカーのロゴ等がどこにも入っていなかったのでわかりませんでした。その後はブルースクリーンも出ることなく、問題なく起動することができました。それでは少しベンチマークでも測っていきましょうか。あ、そうそう。ドスパラのメーカー PC だったので、ライセンス認証はしっかりと通過しておりました。もうこれだけでお買い得だよね。タスクマネージャーで確認しても、しっかりと2コア4スレッド動作しています。しかしフロントについている、カードリーダーの調子が若干悪い。認識したりしなかったりしてるみたい。ドライバーも更新したけれどもダメだった。まあ仕方ないね。そしてシネベンチを走らせたところ、リテールでも温度は問題ありませんでした。最高で65度ぐらいかな？音はうるさいけれども普通に冷えてますね。ちなみにシングルとマルチのスコアはこんな感じ。シングルは意外と高いけど、やっぱり2コアしかないからマルチは伸びてないですね。ゲームとかやらなければこれで十分なんだけどね。
それでは最後に FF14 ベンチをフル HD の最高品質で回していきます。750Ti にフル HD の最高品質は若干きつかったのかもしれない。しかし、ある程度のスコアは出ていたので多少ストレスはあるけどできないってわけではなさそう。最終的な評価は快適評価だったしね。もう少しいいグラフィックボードを積めば遊べそうなパソコンになりましたね。ということで今回はここら辺でおしまい。ということで今回はこちらの PC をいじっていきましたが、ブルースクリーンが出てちょっと焦りました。しかし普通に使えるようになったから良かったかな。軽くメンテナンスと改造もできたし、あとはブラケット注文して完成かなって感じ。久しぶりにこれは Twitter 企画でプレゼントしようかなと思ってます。ということで今回の動画はここまで。いつも見ていただきありがとうございます。それではまたバイバイ。これめっちゃ美味しいかも。